サビ取れたな。おはこんばんは、オリーブです。今回はサンドブラストのキャビネットを作っていこうと思います。この動画はポンコツなオリーブの提供でお送りします。本当、これなので真似される方は自己責任でお願いします。そしたら今回の流れなんですが、ブラストキャビネットとサイクロン分離器を作って実際に使ってみて使用感を確認したら、最後に仕組みを簡単にですが説明していきます。普段このサンドブラストをこの適当な容器に物を置いてこんな感じでブラストをかけているんですが、これだともうすごくいろいろなものがジャリジャリになってしまうので、周りが汚れないように簡易的なサンドブラストキャビネットを廃材で作っていこうと思います。そしたら廃材を集めていきます。それでは廃材の森へ向かいます。そしたらまずは事前に倉庫から引っ張り出してきた衣装ケースですね。これを使います。これも倉庫から引っ張り出してきたレコードかなんかを置く棚ですかね。こちらも使っていきます。よいしょ。それとこれかな、塩ビ管ですね。これも使っていきます。あとは確かこの辺りに塩ビ管用の接着剤ですね。だいぶ前に使ったやつだけど、まあ多分まだ使えるかな。コーキングするやつ。古いの使えるかな。もうだいぶ放置してるからな。あとはガラスの廃材だな。それとこの辺の適当な木の板も持っていくか。ドカン。しばらく使ってないこのブロワーも使おうかな。はい、ということで、廃材とか使ってない道具を集めることができたので、これを使ってブラストキャビネットを作っていきます。で、廃材だけで足りなかったものを少し買いましたね。ゴム手袋と隙間テープですね。足りなかったら、後で材料を追加するかもしれませんが、この材料を使ってブラストキャビネットを作っていきます。初期からついてるサンドブラスターのハンドルをこの衣装ケースで使うので、横からだと狭くて自由があんまり効かないと思うので、上からハンドルを垂らして吊り下げ式で作っていこうと思います。吊り下げ式では作るんですが、結局このハンドルとホースが大きすぎて不便だったので使いませんでした。この辺りに穴を開けて上から通すっていう感じですね。見えづらいと思いますけど、この辺りにガラスを貼っていこうと思います。はい、こんな感じで目印をつけたので、ここに穴を開けていくんですが、ドリルとかだと大抵割れるので、ハンダゴテで溶かして切り抜いていきたいと思います。本当はあんまプラスチックとかハンダゴテで溶かしちゃダメですよね。ハンダゴテとして使えなくなっちゃうもんね。使えなくもないか。ただ多分ダメだよね。よし、穴開けられたな。スクレーパーで少し溶けたところを削るか。そしたらここから穴を開ける作業が続くので、どこに穴を開けたかだけまとめておきます。こんな感じで腕を入れるところと空気を吸うところ、空気を出すところ、それからガラスを貼るところに穴を開けました。それと最初は衣装ケース一つで作ろうと思っていたんですが、大きいものも入れたいなと途中で思ったので、計画を変更して2つ目のケースも廃材から持ってきて、1つ目のケースの底と2つ目のケースの蓋にも穴を開けました。それとこれは2段目のケースの底なんですが、メディアの回収を楽にする仕組みを作るために穴を開けています。この穴からメディアを落として回収する感じですね。よし、ここに手を入れてシューって感じか。あー、いいね。はい、ということで開けるべきとこの穴全部開けたので、穴の方に塩ビ管つけていきます。そしたらこんな感じで入るようにはなったんですが、このままだと簡単に抜けてしまうので、抜け止めを作りたいと思います。本当は広く凹凸のある塩ビ管だったらもうそのままはめるだけなんですけどね、今回は廃材でなるべく作りたいので、一工夫して塩ビ管の抜け止め防止を作っていきます。この長い配管を切って抜け止めのパーツを作っていきます。短い配管とサイズは同じものですね。
はい。そしたら、こんなパーツが4つできましたね。どっちも同じ太さの配管のものですが、半分に切ると、こんな感じで、こっちが柔らかくなるので、ぴったり取り付けることができますね。ここに段差ができるので、このパイプの抜け止め防止になるっていう仕組みですね。接着剤で留めていきます。大体でいいな。反対を OK かな。万力で押さえて乾くのを待とうかな。よし、どうかな。まあついてるかな。そしたらパイプの方はめていきます。下からはめようかな。今度は上の方に抜け止め防止をつけていきます。これ薄く塗れって書いてあるけど、ハケにいっぱい接着剤つくんだよな。そんな神経質になんなくても大丈夫だろうけど。よし、だいたいこの辺りかな。これもクランプで押さえるか。そしたら乾くの待つか。乾いたかな。乾いてるね。 OK。 腕を通すところも作ろうと思ったんですが、この塩ビ管刺してみたら、これ見えるかな。ここの穴雑に開けすぎてちょっと抜けそうになるぐらい隙間が空いているので、パイプをはめたまま隙間少し切った端材で埋めたいと思います。2時間ぐらいかかっちゃったな。そしたらこの飛び出てる部分切っていきます。コーキングするとき邪魔になりそうですからね。はい、ということで汚いですけど、ケース側と手前側に塩ビ管の切ったやつをつけましたね。なんでこういう風に作ったかは後ほど説明します。はい、そしたら次は、太い塩ビ管と同じように、細い塩ビ管で吸気口と排気口の抜け止めを作ろうとした時に問題が発生しました。この塩ビ管の切ったやつをこんな感じで挟んで取り付けてたんですが、細いやつだと硬すぎて押し込んでもうまく入ってくれないので、こんな感じで両側とも切り込みを入れましたね。これならこんな感じで押し込めますね。そしたら吸気と排気の塩ビ管もつけていきます。クランプでこんな感じで接着しました。今空気を吸うためのパイプをつけていますが、排気するパイプは空気を吸うところより大きいパイプをつけています。だいたいブロワーのここと同じサイズのものを使いました。なぜ排気側のパイプを大きくするかは後ほど説明します。はい、ということでコーキングはまだですがボックスができました。そしたら次は衣装ケースを載せている台の方にメディアの排出口を作ります。衣装ケースに合わせて丸く印をつけたんですが、台の方は少し大きく切り抜いていきます。はい、そしたら内側の方が中空構造になっているので、ここをガムテープで埋めておこうと思います。じゃないとここにメディアが溜まっちゃいますからね。はい、ということでこんな感じで切り抜くことができたので、ここに衣装ケースを載せてみるとちゃんと下の方まで貫通してますね。で、この穴を少し大きく作った理由ですが、衣装ケースの穴をこんな感じで合わせるときに少し大きい穴の方が調整しやすいからですね。そしたら今度はキャビネットの部分は置いといて、ブラストキャビネットから排出した空気をきれいにするためのサイクロン分離機を作っていきます。使うのがホームセンターで買ってきたバケツですね。こちらを使っていきます。で、この蓋に補強の板を貼る人が多いんですが、今回は補強の板なしで作ってみます。後ほど説明しますが、補強の板はあった方が良かったですね。まずはここに穴を開けていきます。ドリル穴開けるとき、下に当て物をして穴を開けた方が切り口が綺麗なまま穴を開けられると思います。綺麗に穴が開きましたね。裏側も当て物をしているので、そんなにバリは出てないですね。そしたら今度は端の方にも穴を開けていきます。
そしたらバケツの端の方に L 字の塩ビ管を接着剤で取り付けていきます。こちらの接着剤を使っていきます。そしたら塩ビ管差し込んでいきます。そしたらこの上ですね。バケツの上の方にブロワーの吸い込む方を差し込んでいきます。こんな感じで穴に刺して固定します。これ今蓋を裏返したところなんですが、この根元にホースをつけて塩ビ管をつけていきます。ホースが長いので切りました。こいつをこっちに。こんな感じでホースをジョイントにしてブロワーと塩ビ管をつなげましたね。ここはホースバンドで留めていきます。塩ビ管とブロワーの吸入口をどちらもホースバンドで締めるっていう感じですね。そしたら締めていきます。こんな感じですね。この位置とこの位置のこの差を4センチぐらいにしたいんですが、ここが少し長いので切っていきます。分離器の方、とりあえず仕組みはできましたね。コーキング塗っていこうかな。パイプ周りのコーキングをした後、2つの衣装ケースの間にコーキングをして、2つの衣装ケースをくっつけます。その後にガラスを貼るためのコーキングをして、ガラスの方を貼っていきます。あとはサイクロン分離器もコーキングしていこうかな。真ん中の穴はブロワーを外してコーキングします。はい、そしたら次は裏の方に磁石をつけていきます。接着剤はこのタイヨットのやつですね。磁石はこの位置につけました。 OK。 そしたら次は衣装ケースの底板を作っていきます。だいたい36センチぐらいかな。こっちは54センチぐらいかな。はい。で、この板なんですけど、反対側がこんな感じで光沢のあるものを使うのがポイントですね。なぜかというと、隙間テープを貼っていくからですね。脱脂しまして、OK かな。そしたら穴を開けたところに太い番線を取り付けていきます。針金みたいなものですね。ボックスの深さを測りまして60センチで切るか。そしたら板に開けた穴に番線を通していきます。そしたら返して根元の方をくるくる巻いて固定していきます。そしたら針金を上に向けてボックスの中に入れていきます。こんな感じでスポンジを貼った板を下に敷くことでケースに開けた穴からのメディア漏れと不要な空気の吸い込みを防ぐ作りにしてみました。そしたら今度は物を乗せるところをこの網で作っていきます。ただ曲げるだけですね。ここに網を置くようにしましたね。はい、ということで大体作れたので、あとは手袋とかホースを組み立てていきます。手袋つけていくんですが、ここに溝を作ってあるので、手袋をかぶせたらその溝に針金で固定していきます。こんな感じでケースの外側に針金をつけて固定していますが、ケースの内側に固定した方が良かったかもしれません。なぜかというと、実際に使ってみるとわかるんですが、腕と塩ビ管の間にゴム手袋を挟む形になるので、手袋の腕あたりの部分が破れやすい気がするからですね。ちなみに側面に廃材でガードを作りましたね。これを入れると
直接衣装ケースに当たらないので、少し耐久性が上がるかなということで作りましたね。反対側にも入ってますね。ただ差し込んでるだけですね。はい。そしたら今度は蓋の裏の方に磁石をつけたので、この磁石を使ってガラスを保護するフィルムを貼っていきます。硬質カードケースってやつですね。これは透明度が高くて厚みも 0.3 ミリぐらいあるので、クリアファイルとかよりは丈夫かなと、そういう感じのものですね。で、見えにくいですけど、こんな感じで2枚重なったような形になっているので、1枚にするために切っていきます。こんな感じで磁石でつけることができましたね。これで直接こっち側のガラスにメディアが当たらないようになりましたね。そしたらサイクロン集塵機にこのパーツを戻していきます。よし。あとはキャビネットの吸気とサイクロン集塵機の排気にフィルターをつけていきます。こちらがフィルターですね。そう、ただのマスクです。ホースバンドでつけていきます。そしたらキャビネットの排気と集塵機のつながる部分をホースでつなげていきます。そしたら今度はここの塩ビ管にゴム手袋を切ったものをつけていきます。ここを切って上の方を使っていきます。そしたらゴムの部分を針金で留めていきます。ピンと張って、はい、映像の最後の後いろいろと変更を加えたので、それについて見ていきます。まず変更点を上から順に見ていくと、ここの部分ですね、ホースを細いホースに付け替えられるように作りましたね。タンクに最初から付いてたこのホースかなり太いので、キャビネットの中で使うには硬すぎましたね。細いホースをキャビネットの中に入れてますね。ここの部分塩ビ管がもう少し長かったんですけど、切って短くしましたね。その方がここを腕を自由に動かせるようになるので、そんな感じにしました。それとここのコーキングなんですが、最初この上側しかしてなかったんですが、下の方にもコーキングを追加して衣装ケースの真ん中から空気が漏れないようにしましたね。ブロワーの作動はここにこんな感じでスイッチをつけたので、スイッチを入れれば動作するようにしましたね。それと下に物が入るように板を外しました。はい、ということでブラストキャビネット廃材スペシャルができたので、こちらを実際に使っていきます。たまたま錆びたクランプとかがいっぱいあったので、こちらをブラストにかけていきます。これでやっぱめっちゃ錆びてるやつの方がいいか。そしたらこちらをブラストにかけていきます。はい。で、使い始めたんですが、いきなりメディアでガラスが見えづらくなっています。原因なんですが、衝撃吸収とかメディアを排気の力で飛ばそうと思って、あえて隙間を作ってフィルムを取り付けたんですが、隙間にメディアが速攻で溜まって、明日も見れなくなったので、直接ガムテープで保護フィルムをガラスに貼りました。ガムテープ最強だな。集塵性能ですが、ないよりあった方がいいかなぐらいでは見えています。サビ取れたな。はい、そしたら研磨したものがこちらになりますね。こっちは分かりやすいように半分ブラストをかけて、半分はそのままにしたやつですね。今回はキャビネットを作るということなので、削れ具合とかは別に見なくてもいいんですけどね。一応こんな感じで削れましたね。こんな感じです。前は粉だらけになって錆び取ってたんで、だいぶ楽になりましたね。そしたらメディアを回収してみます。蓋を開けて、網を取って、板を外して、
この穴にスクレーパーでメディアを回収すると。そしたらタンクを開けて、引き出しから上後と網を取り出して取り付ける。あとは回収したメディアを取ってタンクに戻すと。サイクロン分離機がちゃんと集塵してるか見てみます。ちゃんとサイクロンしてるかな。外すのが大変なんだよな。外すのが大変だって言ってましたが、なぜかというと材質がゴムっぽいので、蓋がふにゃふにゃしてて、片方を上げると片方が閉まるみたいな感じになるんですよね。しかも、もともとブロワー用の集塵機をつけようとしていましたが、バケツのここに段差ができるので取り付けられませんでした。なので、フィルター代わりにここにもマスクを取り付けたんですよね。となると、ゴムの蓋に木とかを丸く切って貼り付ければ、段差を埋められて、蓋もがっちりとするので、開けやすいじゃんってなって、補強をつけておけばよかったってなりました。あ、ちゃんと回収はしてるな。うん。一応動いてるんだな。ちょっと弱い気もするけどね。排気口塞ぐとバケツが凹むって聞いてたけど、まあ別に凹まなかったな。風圧が弱すぎるのかな。それだと性能があんまり発揮されてないっていう感じになっちゃうね。拡大するとこんな感じですね。バケツの四隅の方に粉は溜まってるな。排気口のフィルターはどうかな。あ、まあ少しは粉来てるね。フィルターに使ってたマスクはこんな感じになってますね。一応吸気のフィルターも見ておくか。うん、こんな感じですね。まあ吸入口は基本粉そんなにつかないからな。ちなみに大きく作ったので、このサイズだとタイヤもこんな感じで入りますね。上から見るとこんな感じですね。まあ実際はタイヤ丸ごとじゃなくて、タイヤを外してホイールだけ入れると思うので、もうちょっとスペースに余裕があると思います。一応測ってみた感じだと、ジムニーの純正のホイールなら入ると思います。手前にスペースがあるので、作業もできるとは思います。そしたら、このブラストキャビネットがどんな仕組みか見ていきます。結構簡単な仕組みになってますね。吸気がだいたい上側の衣装ボックスの真ん中あたりにあるんですが、排気は少し上の方にしてあります。その理由なんですが、この上から覗きながらサンドブラストの作業をするんですが、その時にこっちからこっちに空気が流れることによって、ここの粉塵が空気の流れと同じように斜めに回収されていくので、視界の確保がしやすいということですね。上からはこうで3次元にここに粉塵が回収される感じですね。ざっくりとした補足ですが、吸入口から吸う空気よりも排気する空気の量が多くないと空気の流れは生まれないはずなので、排気するパイプの方が基本的には大きくないとダメだと思います。今回はケースの底に穴を開けていて、一応スポンジで穴から空気を吸いすぎないように軽く防いでいますが、吸う空気の量は増えているはずなので、集塵性能は落ちてると思います。集塵性能よりもメディアを回収しやすくするためにそういう風に作りました。で、今回一番上だけはあえて密閉しないように作りましたね。蓋を開けるという意味もあるんですが、それだったらスポンジで密閉すればいいんですが、それだけじゃなくて、蓋の周りから空気が吸われるので、ケースの縁がメディアで汚れにくくなります。当然空気を吸う量はここでも増えるので、さらに集塵性能は落ちてると思います。そしたら次は排気口からホースを伝ってサイクロン分離機にメディアが流れた後のサイクロン分離機の仕組みを見てみます。バケツの中を見てみると、ホースから吸われた空気が L 字の塩ビ管を通ってバケツの外側に向かって排出されていきます。で、このバケツの縁の方に排出された空気が当たります。そうすると回転しながらバケツの底の方にゴミが落ちていって、バケツの上側の方の軽いゴミだけをブロワーの吸入口から吸うことによって大きいゴミと小さいゴミを分離します。ゴミは分離されるんですが、多少小さいゴミが出るので、ここにフィルター代わりにマスクをつけています。何もつけなくてもホースをつなげればゴミは吸えますが、それをしてしまうと大きいゴミがブロワーの
羽に当たって早く削れてしまうので、サイクロン分離機をつけました。掃除機を使う一般的な方法だと、掃除機のフィルターが詰まらないようにするためと、まだ使えるメディアと粉塵を分別するために、サイクロン分離機を使うみたいですね。はい。ということでいかがだったでしょうか。今回は廃材をメインに使ってブラストキャビネットを作りましたね。チャンネル登録やグッドボタンを押していただけるとすごく動画制作の励みになります。それとコメントなんかもしていただけると助かります。本日もここまでご視聴ありがとうございました。いやー、ものづくりって本当にいいですね。さよなら、さよなら、さよなら。ですね、キャビネットを作ったら、キャブレーターをですね、ブラストにかけようと思ってたんですけど、使ってるメディアがアルミナなんですよね。でも、アルミナってキャブレーターに使わない方がいいみたいですね。そういうことです。